皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、米韓首脳会談が行われました。この米韓首脳会談にかなり突っ込みを入れたくなるような内容というものが結構あったので、今回はこのニュースを取り上げていこうと思います。なお、韓国国内においてはこの米韓首脳会談というのは、アメリカのご機嫌を取るのには非常に良かったし、また中国に対しても怒りを買うようなことはなかったはずだという具合にして、中国、アメリカどちらにも良い外交を展開できたと、大統領府やもしくは報道機関などにおいても評価する声があるそうです。ただしそれはあくまでも表向きのもので、インターネット上では全くうまくいっていないじゃないかという全く逆の評価というものもかなり見られており、私の評価としてもそうしたインターネット上の問題点ありというところが非常に目立ったものでした。というわけで早速、日本では米韓首脳会談がどのように報じられているか見ていきましょう。韓国落胆、対米4兆円投資にワクチンの見返りなく。米韓首脳会談を通じ、韓国国内では新型コロナウイルスのワクチン供給加速に期待が高まっていたが、共同声明に具体的な供給提案などの記載はなかった。韓国企業側が手土産として事前に発表した44兆ウォン、日本円で4兆2000億円に上る大規模投資の対価が示されなかったことに、韓国メディアからは落胆の声も上がった。菅とは2枚重ねのマスク、ムンとはノーマスク、韓国紙毎日経済。韓国メディアは21日、バイデン、ムン・ジェイン両大統領の1対1の会談が当初の予定を超え37分間行われ、マスクを着用せずに昼食を共にしたと速報した。4月に菅首相が臨んだ日米首脳会談との違いを強調した。大統領任期が残り1年を切り、内政で苦難続きのムン氏にとり、新型コロナの流行以来初となる今回の外遊は、国内世論に訴える貴重な機会だった。中国への配慮とアメリカとの関係強化を両立できたと評価する報道も多く、支持率が就任後、最低水準に低迷する中で、久々の追い風を得た形だ。外交安保以上に、国民の実質的な関心事とされたワクチンをめぐっては、両国の協力強化が強調されるにとどまった。会見では、ムン・ジェイン大統領が韓国人記者から国民は良い知らせを待っているのだがと不満を示される場面もあった。保守系の朝鮮日報はワクチン供給で約束されたのが米軍に接触する韓国軍の55万人だけだったと批判的に報じた。まず第一に今回の米韓首脳会談に韓国国民が一番最初に期待していたのがワクチン供与が一気に進むのではないかというものです。アメリカではファイザー、モデルナ、そしてジョンソン&ジョンソンなどワクチンを手掛けている会社というものがあり、すでに多くの実績を上げています。ですから、これらの会社から大量にワクチンを入手することができれば、ワクチンを期待する人たちの期待に大いに応えることができるわけです。しかし実際はどうであったかといえば、全く期待に応えられなかったというのが実情でしょう。アメリカ側からは55万人のワクチン供与という話が出てきたわけですが、これは対象としているのは在韓米軍と接触する機会が多い韓国軍に対するものです。つまり、このワクチン供与というのはあくまでも米軍を守るためのものであり、韓国国民に広く供給するためのものではないのです。このことに関してはそれこそ韓国のインターネット上では今回の成果について全く無能の極み、ムン・ジェイン大統領は何をやっているんだとかなり強い調子で批判している言葉なども結構あったそうです。なおアメリカはワクチン外交というものを展開しようとしています。すでにワクチン8000万回分を世界中に寄付しますよということを表明しています。ですから韓国としてはこの8000万回分というのを期待して韓国国民全員とは言わないまでもそれこそ韓国国民に私が勝ち取ってきたんだぞと大々的に言えるような数、例えば1000万回分であるとか数千万回レベルのものを期待していたわけです。しかし蓋を開けてみれば韓国軍55万人つまり110万回分ですから、ムン・ジェイン大統領が直接乗り込んで首脳会談を行った成果としては非常に成果は乏しいと言えます。しかしムン・ジェイン大統領も何の手土産もなくアメリカに行ったわけではありません。韓国政財界に対して協力を呼びかけ、それによってアメリカに対する投資というものをひとまとめにしてアメリカ側に報告することができました。投資規模としては4兆円超えるというものであり、それなりの額のものです。といったわけで、アメリカのバイデン大統領もさすがに何にも与えないでそのまま帰らせるというわけではなかったようで、ワクチン外交の対象とはしませんでしたが、
アメリカのモデルナ社のワクチンを韓国サムスンロジックスという会社に生産委託を一部請け負わせるという話で、ワクチンの話はひとまず終わりにしたようです。ただし、あくまでも委託生産ですから、これから製造するための準備も必要ですし、実際に製造するための期間、そして流通するための手続き様々あるでしょう。ですから、すでに生産されたものをさっさと輸入しろという要望に対しては、全く期待外れの成果というのが韓国国民の偽らざる気持ちでしょう。そして、ムン・ジェイン大統領は良かれと思ってアメリカに対する投資話というものを取りまとめたわけですが、この中には気になるポイントがあります。それは韓国の財閥企業サムスンがアメリカに工場を作るという話なのですが、これは韓国の未来にとっても一つの分岐点になるかもしれない要素が含まれています。今回ムン・ジェイン大統領が発表した投資規模というのは4兆円で、半分ぐらいはバッテリー関連です。これからの時代、電気自動車関連として、このバッテリー事業というのは非常に重要なので、アメリカの自動車会社などと組むという意味では、アメリカとしても関係する投資話です。また一方においては半導体において韓国のサムスンが工場を作るので、その投資規模というのが約2兆円程度だと言われています。まずこの投資規模なのですが、サムスンとしては海外工場に投資する額としては過去最大の規模で、しかもその工場の中身としても生産する半導体は最新技術を詰め込んだものになるというふうに発表されています。サムスンの場合、主力工場は韓国にあって、そして海外工場においては、最新の技術は必要はないんだけど、とにかく量が必要だな、作り慣れたものだから、全然問題ないわ、外部でも、といったようなものを作るのが主流です。そういった意味では、アメリカ工場の場合は、もう韓国にある主力工場と全く同じぐらいのレベルで、最新の半導体を作るというのが、これは一つ大きな注目ポイントです。なぜならば、サムスンは韓国の財閥企業ですが、だからといって、韓国に永遠にとどまらなければならないかというと、別にそういったわけでもありません。今回の投資規模や、そして作る内容というものを見ると、それこそサムスンが海外脱出するその第一歩になるのではないかと私は思いました。また、韓国国内においてサムスンは決して順風満帆全ての人々から優遇され、歓迎されて、称賛されているわけではありません。例えばムン・ジェイン大統領はそれこそ反財閥的な政治姿勢を持っています。彼自身が労働者の味方ですよというのを一つのアピールポイントとして国民からの支持を集めることに奔走していますから、財閥というのは時には大いに批判されるものなのです。韓国経済のことをもって半導体業界に対しては支援しますよという話をしたその一方において、サムスンのような財閥企業に対しては韓国の富を一手に握り、そして多くの人々の敵となるような特別な存在になろうとしている、そのような批判なども展開していますし、サムスングループに対しては何度となくその経営陣らに対する政治的な締め付けなども行っています。ですから、時には批判され、時には称賛され、必要とされるという具合にして、その時々によって締め付けられたり、歓迎されたりするわけですから、決してサムスンにとって韓国という土地は必ずしも最上の土地というわけでもないのです。一方でアメリカは半導体産業に対しては、それこそ自分たちの勢力下に置くことがいかに大事かということを、ここ最近は特に考えるようになっていて、台湾の TSMC などに対しても非常に熱烈な要望を出してアメリカに工場を建てるように誘致を図っています。実際台湾の TSMC はアメリカと中国との間に揺れ動いているような形でアメリカに最新鋭の工場を建てますよという約束をする一方において、中国大陸側には技術的には古いものではあるけれど数量を多く稼ぐのに重要な半導体工場の増設計画なども出しており、 TSMC はこのように企業でありながらもまるで国家であるかのような振る舞いをすることによってしたたかな経営というものを見せつけています。サムスンも同様のことが全くできないというわけではないわけですから、今回の投資話というのは一つ彼らにとっては海外脱出のその第一歩になり得ると私は思います。少なくともムン・ジェイン大統領からアメリカへの投資というものを行うようにせっつかれた上での大規模な投資なのですから、なんで海外工場にこんな大規模な投資をするんだといったような批判などは少なくとも政治上においては受けないという意味で、サムスンにとっては良い隠れ蓑であることも事実なのです。ですからムン・ジェイン大統領としては目先の米韓首脳会談の手土産としてサムスンの投資話というのを発表したわけですが、一方で長い目で見れば韓国経済にとっては大きな墓穴を掘るような政治的な行動だったとも言えるのです。
さて、今回の米韓首脳会談ではその他にも様々なツッコミのポイントがありました。例えば、ムン・ジェイン大統領が同席する形で、バイデン大統領は朝鮮戦争時に戦った元米兵の人に勲章を授与するという光景がありました。当然、朝鮮戦争の時に戦った相手というのは北朝鮮以外にも中国から派遣された中国共産党の兵士たちというのもたくさんいました。それと戦った米兵に対する名誉勲章というものを与えるわけですから、少なくともムン・ジェイン大統領にしてみれば中国を意識せざるを得ない行為です。今、世界情勢としては米中冷戦構造のその真っ只中にあり、韓国としてはアメリカにも中国にも良い顔をして、どちらからもより最上の利益を引き出したい外交を展開したいはずです。しかし、アメリカとしてはそのようなことをされると、自分たちの利益と反するわけですから、韓国を何としてでも自分たちの陣営の側に留めようとする力が働きます。ですから、米韓首脳会談における共同声明においても、直接的な中国の脅威に対する批判的な言葉というものはないものの、台湾海峡における安全を維持することが大事ですよという話などをすることによって、暗に中国を批判する、そしてアメリカ側の立場に立っていますよということを韓国に認めさせるような内容を発表しています。このあたりの外交は明らかにアメリカ側の手のひらの上で韓国が踊っているように私には見えました。ただし、こうしたアメリカ側の配慮というものがあって、中国に対する直接の批判的な言及がなかった話で、共同声明がまとめられたことは、韓国の報道機関においては、中国に対する配慮もできたし、アメリカ側からも好評だったという具合に、総合評価を得られる結果となりました。果たしてその総合評価というのが合っているのかといえば、私は間違っているのではないかと思っています。さて、その他にもまだ小さい話はあります。例えば、日米首脳会談の時においては、バイデン大統領と菅首相はハンバーガー会食というものを行いました。韓国の報道機関では、自分たちはハンバーガーを超えるものを出してもらいたいといったことを考えていたのか、もっと別のものを用意してくださいと要望を出したといったような報道などがなされました。そして実際にこの米韓首脳会談に両大統領が会食する際に出されたものはハンバーガーではなく、クラブケーキというカニの肉料理でした。ムン・ジェイン大統領が海鮮物が好きですよといった話からこのようなものが用意されたというのですが、このことをアメリカ側からの非常に配慮が働いているという高評価へとつながっている。韓国の報道機関聯合ニュースなどは報じていました。日米首脳会談の時よりもはるかにアメリカ側の心のこもった歓待であるといった話です。そもそも韓国としてはハンバーガーが出されるなんてひどいんだみたいな話として評価しているわけですが、ハンバーガーというのはそれこそ安いものから高いものであり、アメリカにおいてこの高級なハンバーガーを出すということは決して失礼なことではありません。アメリカを訪れているという意味でムン・ジェイン大統領はお客さんなわけですから、お客さんの側から何を出すかのについての要望を出し、要望を出す動機というのが日本よりもより良いものを出してほしいといういわゆる不純な動機であるということはアメリカからは十分に透けて見えているでしょうから、バイデン大統領のその周りの人たちもきっと韓国側が一体なんでこんな話をしているんだとかなり呆れたことでしょう。さて、ここまではまさに韓国の大統領の行いというものがそれこそ空回りしまくってますよというお話をしてきたわけですが、残念ながら一つ注意点が最後に待っています。それは韓国にかけられていた軍事的な制約が緩和の方向に向かうというニュースが流れています。韓国は現在短距離ミサイル、中距離ミサイルを保有しています。このミサイルの射程やもしくは威力を左右することになる弾頭の重量についてはこれまでは規制がかけられていました。というのも、このミサイル技術というものはもともとはアメリカ側からの供与がありましたから、そのアメリカ側からの要望により規制がかけられていたわけです。しかし、バイデン大統領としては対中国包囲網のその一環として、中国に対する軍事力、抑止力の強化につながることから、韓国に対する規制を緩和する方向へと舵を切ったと言われています。規制を緩和することによって、例えば現在韓国の保有しているミサイルは射程 800km 程度のものなのですが、この射程を例えば 1000km まで伸ばすことができれば、中国の首都北京が射程圏内に入ってきます。射程を伸ばすことによって中国に対する牽制力が上がるという意味では、確かにそうなのですが、しかしこれには非常に大きな問題点があります。ないしろ、韓国から中国に撃つことを想定するということは、逆方向にも当然のように撃つことが可能になるわけですから、射程が伸びれば今度は
日本の首都東京が射程圏内に入ってくることになります。規制が緩和されることによって韓国はより長い射程のミサイルを開発に取り組むでしょうが、それは明らかに対北朝鮮用ではなく、中国やもしくは日本といったものが仮想敵国として想定されるものであり、日本としては韓国の動向を要注意で見ていかなければならない、そういったニュースだと私は思いました。皆さんは今回のニュースの話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。